ヤーを目指すというのが、僕はやるべきではないと思うんですよ。で、なぜファイヤーを目指したがるのかっていうと、やってる仕事がやりたくてやってることではないからだと思うんですよね。でタイトルの楽しいと時間を飛ぶことっていうのにしたんですけども、楽しいと嬉しいの違いを明確に言葉で言える人ってそんなにいないんですよね。その辞書的な意味通りに使ってる人もそんなにいないので、なんか自分なりに多分嬉しいと楽しいという言葉を使い分けてると思うんですけど、そのなんかちゃんと使い分けが自分自身でできてますかっていうと結構できてない人多いと思うんですよね。というわけでコメントの人にじゃあ、嬉しいと楽しいの違いを書いてみてください。嬉しいと楽しいの違いは何だろうっていう。要はなんか楽しいことをしたいとか楽しい人生って言うんですけど、嬉しいことをしたいとか嬉しい人生って言わないんですよね。なので楽しいと嬉しいって実はなんかその楽しんごと嬉しんごまあどっちがなんか幸せなのかわかんないですけど、はい。訪れてる。これね、訪れがね、ストリームヤードをやってるとちょこちょこ訪れるんですけど、なんか動画になると治るらしいです。はい。嬉しいは気分が上がる。でも楽しいでも気分が上がるんじゃないかな。楽しいは自発的高揚、嬉しい多発的。多発的の他は他人の方かな。要は他人とか周りによって、何か起こることによって、要はその自分自身じゃなくて周りの状況によって起こるのが嬉しいで、自分自身で感じるのが楽しいみたいな。嬉しいは気分が上がること。楽しいも気分上がるんじゃないかな。楽しいは気分が高い。はい。受動か多動。これ別になんか人それぞれ多分意味は違っていいと思うんですよ。別に辞書通りの意味で使えという話ではないので、で、そのなんかじゃあちゃんと使い分けができてるんだったら別にご自由にどうぞって感じなんですけど、割とちゃんと使い分けをしないでなんかごっちゃに言ってる人も多いので、なんかそれは逆に意識した方がいいんじゃないかなと思ったりするんですけど。で、タイトルでいくと楽しいとは時間を飛ぶことって書いてあるんですけど、嬉しいとかって、なんか他の人にじゃあ誕生日のお祝いをされたから嬉しい、プレゼントをもらったから嬉しいとか、その何らかしらの事象が、分かりやすい事象があるんですよね。なんかその、可愛い猫を見たから嬉しいとか。で、楽しいの場合って、理由が分からないけど楽しいが発生するんですよね。なんかウキウキしてるとか、で、例えばその、じゃあ、ひたすらこう、割り箸を割り箸の袋に入れるみたいなことをずーっとやってるとして、で、それをずっとやり続けると、たまになんか、時間が飛んでることがあって、で、結果としてつまんないとかだるいとかじゃなくて、なんとなく面白かったってなるんですけど、その具体的に何が面白かったのかっていうのを結構楽しいだと説明できないことあるんですよね。そう嬉しいだとなんか具体的にそのなんか割り箸をいっぱい作ったことでじゃあ時給なんか900円だから900円もらえて嬉しいとか何か理解できる事実が嬉しいには紐づくんですけど、楽しいって実は理由なかったりするんですよね。なんとなく暇でなんか散歩してなんか迷子になって、あこんなのあるんだふーみたいなのでふらふら時間が潰れました。でもなんかまあ楽しかったよねみたいな。でなんか朝こう気分よく起きてなんかダラダラしてて楽しいとかみたいな。っていうのでその朝起きてダラダラしてるのがなぜ楽しいのかって言われると、別にそんなにこう具体的にすごく他人に伝えてそれは楽しいよねって言われるようなことはないんですけど、本人としては楽しいみたいな。で、楽しいというのが、子供とかだとは分かりやすいんですけど、夕焼けチャイムが5時、6時になるまで、ひたすらこう遊んでましたとかで、気がついたら5時とか6時になってチャイムが鳴って家帰るって言うんですけど、で、じゃあ家帰って5時、6時まで何してかったかっていうのと、家に親に聞かれた時に、その何してたか全然覚えてなかったりするんですよね。なんか友達と遊んでた。でも別になんかその鬼ごっこが超絶楽しいことかって言われると別になんかただ走ってただけだよねみたいなので、でも何か集中して時間が過ぎると楽しかったというそのなんかその感覚が残るんですよね。なのでその楽しかったという感覚というのを人はどうやってこう感じてるかっていうと、割とその没頭してて時間が飛んでる時、夢中である時とか集中してる時とかに割とその時間が飛ぶという表現をしがちなんですけど、あとなんか心理学的な用語でゾーンに入るとか、あとマラソンやってる人とか分かりやすいんですけど、
マラソンって基本的にはずっと苦しいんですよ。ずっとこうパタ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 長い距離走って。ただ、長い距離パタパタ走ってる間に、なんかの脳内にいろいろな脳内麻薬的なものが出てきて、で、なんかほわーっとした感じになって、なんか気持ちいいっていう状態がずっと続くみたいな。っていうので楽しいみたいな。まあ、範囲になるとかもそうなんですけど、で、例えばじゃあ、そのマラソンとかで、その3時間とか、まあ、4時間とか走る人は走るんですよ。で、4時間走るって相当きついっすよ。その要は歩く4時間でも相当きついのにさらに走るっていうもっときついことをやってるにもかかわらず、でじゃあ4時間働いてくださいってもう半日働くわけじゃないですか、1日の日給の半分で。なので結構きついはずなんですけど、マラソンやってる人ってその4時間がそこまでめちゃくちゃ長いとかって思わなかったりするんですよね。でもなんか楽しい時間が4時間だったから気がついたら時間が経って終わってたみたいな、そういう感じだったりするので。まあ、分かりやすいのだと漫画読んでると、これもそうですね。だから僕、漫画喫茶に結構行くんですけど、まあ、最近行かないんですけどね、昔日本に住んだ時は。そうすると、もうなんか漫画10冊、20冊とかドーンと置いといて、じゃあ今日はカバチタリを読破しようみたいな、なんか20巻ぐらいまであるやつとかをドーンと置いて、こう順番に読んでいくんですけど、もう気がついたらこう朝とかになって、なんかあれ6時間パックで結構長かったと思ったんだけど、もう朝かよみたいな。っていう感じで、割とそのなんか時間が飛ぶっていうのがですよね。で、どちらかというと、僕、映画よりも漫画の方が時間飛びやすいんですよ。で、なんで、漫画の方が時間が飛びやすいかっていうと、映画の場合って、だるいシーンとか、まあ、例えばラブシーンとか入ると、僕もすぐ現実に気持ちされるんですよ。マジうぜえとか、あと、そのなんか、もうこのシーン分かってるよっていう説明がやたらにまごまごしてるとか、なんか移動のシーンが長いとか、なんかダラダラしてるシーンがあると現実に戻っちゃってだるーってなっちゃうんですよね。でなんかその間に別の漫画読みようとか、なんかメールチェックしようとかってなっちゃって映画に集中できなくなるってなんですけど、でも漫画の場合ってその自分の速度でめくれるので、すごくじっくり読みたい時はちゃんとじっくり読むし、でこの展開どうなるんだろうってすごいワクワクしてる時とかはこう早くなるんですよ。っていうので、その早い遅いっていうその要は物事に飽きるかどうかっていう自分自身のスピード、時間のコントロールに漫画を合わせられるので、なのでその時間が遅いとか時間が早いっていうラグは漫画の時は結構発生しないですよね。なのでそのアニメとか映画とかその YouTube の動画見るとかは割と僕飽きが来てしまうっていうのがあるので、なので小説とか漫画とかの方がむしろ集中して時間が経つ感は作りやすいんじゃないかなと思うんですけど。でその小説がやばいのが、漫画って普通その、まあ、書いてある絵を見るじゃないですか。で一応書いてある絵を見ながらそこの吹き出しに書いてある文字を読んで、で脳内で音が出る人とも結構いると思うんですよね。この人は多分こういう声で喋るだろうみたいな感じである程度こういくんですけど、ただあくまで視覚はその漫画を見てるわけじゃないですか。で小説を読んでる人って文字を見てるはずなんですけど、全員頭の中にその小説の世界観っていうのが勝手にこう想像上の何かがあって、そのキャラクターっていうのが喋ったりとか動いたりっていうのが起きてるんですよ。でもその目の前にあるのは文字が書いてある紙切れなんですよ。文字が書いてある紙切れで、その文字をずっと読んでるだけにもかかわらず、その頭の中になんかその宇宙空間とかがあって宇宙人があって、なんかこういろんな会話をしてるとか、なんかこう戦いをしてるだったりとか、なんか恋愛をしてるみたいな、その目の前にない映像が脳内に映るっていうかなりやばい状態なんですよ。まあ、要はその目の前にないものが見えてる状態。例えばじゃあそのお医者さんのところになんか目の前にウサギが見えるんです。ウサギが話しかけてくるんですって言ったら、じゃあお薬飲もうかってなると思うんですけど、小説読んでる人ってそのお薬飲もうかっていうようなその脳内に何かの世界観があって、そのキャラクターがいて喋ってるみたいなのがこうありありと想像できて、でしかもその文章の上手い人のだと、そこのなんかウサギの毛の質感だったりとか、その草原の匂いみたいなものまでも割と感じられるような気がするっていう、完全にトリップしてる状態なんですよね。なのでどちらかというとそのなんか下手なドラッグより小説の方がやべえんじゃねえかっていう気がするんですけど、夢中で何かを考えるとき、誰かと深い話をしているとき、誰かと意味ない笑い話をするときが楽しいです。まあでも話を聞いてもらうっていうので割と人は快楽に感じることが多いらしいんですよ。僕その映画とかゲームとか一人でやる趣味が結構好きで、
他人に話をするとか、他人の話を聞くとかってあんまり好きじゃないんですよ。なので、人間としてはあんまりこう、なんか特殊事例だと思うんですけど、まあ、女性とかってやっぱり話を聞いてもらうというので快楽を感じるっていう人多いんですよね。で、まあ、なので話好きが好きみたいなのもあったりするんですけど、なのでそういう意味でいくと、自分が何が楽しいのか、何が好きなのかっていうのをちゃんと把握してるというのは大事なんじゃないかなと思いますけど。現在、本業のサラリーマン年収600万の他に、セドリの粗利とジムのインストラクターで副収入が月30万から50万であります。45歳まではファイヤーを目指していますが、可能でしょうか？今の金主さんが1200万です。結婚は今後予定しています。まず、ファイヤーを目指すというのが、僕はやるべきではないと思うんですよ。で、なぜファイヤーを目指したがるのかっていうと、やってる仕事がやりたくてやってることではないからだと思うんですよね。いや、僕、まあ、今、ビール飲みながら喋ってて、お金が稼げてしまってるんですけど、なので、別に、なんか、いついつじゃあこれやろうって決めてるわけでもなくて、その某リハック高橋さんとの打ち合わせが終わって、なんかまだちょっと夕飯作るまで時間があるから、じゃあいいやっていうので、で、冷蔵庫の中のなんか、アルコールのところが結構溜まってきたんで怒られるかな、じゃあ1本減らそうみたいな感じで、まあ、このビールを、もらったビールなんですけど、飲んでるっていう状況で、なので、自分がやりたいと思ってる仕事だったら、別にやるのって苦にならないんですよ。例えば小説家の人とかって小説書くのが苦になるんですってあんま聞いたことないですよね。いや、その小説を書くこと自体が楽しいですって。で、漫画家も漫画書くの自体が楽しいです。で、音楽やってる人とかも普通に楽器弾くの楽しいとか歌歌うの楽しいとかだったりするんですよ。なので、背取りとかで稼いでますっていう、お金を稼ぐためにやりたくないことをやってるので、早く引退したいになるんですけど、お金の余裕ができてきたら、自分が好きでお金が稼げる仕事というのを探してみてください。でもそのインストラクター自体が楽しいのであれば、じゃあでもインストラクター、でもインストラクターもそれなりに年度は知られてるのか。なので、まあ、じゃあ人に物を教えるのが好きとかであれば、その低い値段、その低い売り上げでも人に物を教える。だから楽しいよね。でも別に生活は昔貯めたお金があるから大丈夫だよね、みたいな形で、お金となんか嫌なことのトレードオフではなくて、やってて楽しい、さらにお金がもらえるっていうものを見つけるっていうのをやればいいんじゃないかなと思いますけどね。なので、料理好きの人が料理店開いて、なんか美味しいって言ってもらえて、しかも転職すっていう人もいたりするので、そういう何かの転職を見つけるっていう方が、なんか早期退職、ファイヤーとかよりはよっぽど人生楽しいんじゃないかなと思いますけど。